使いまする豆人たち。羽衣って言ったら羽衣っていうのはなかった。あ、じゃあこれ転がすんですか？そうです。これが心棒といって、この車軸。はい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 。で、これをこう流すときに、お、今日はヤスさんがポールポジションですね。どうもありがとうございます。ちょっとね、今日は遅れてのスタートということで、LINE 公式アカウントにもね、書かせていただいたんですけども、私がね、敬愛してやまない、某タッチのですね、プレミア配信があったものでですね、ちょっとね、遅刻してしまいました。日本時間はあれかな、お昼過ぎね、そろそろ午後のね、1時ってね、感じだと思うんですけどね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今ね、ちょっとモニターの方ね、確認してますね。大丈夫そうですね。最近ね、買い向きもネット状況がいい感じなので、割とねスムーズに映ってるようなね感じしますけどもね。さあだいぶね、お酒もね、某タッチャーのおかげで進んでしまいましてですね、本日5杯目でございますね。ぼちぼちね、乾杯させていただきたいと思います。このねビールね結構懐かしい感じだと思うんですけどもね、ちょっとフードランドでねちょっと見かけたんで、しかもねまだセールになってるんですよね。まあセールっていうかあれなのかな、工場的になんかこの値段でやってくれるのかな。10ドル台でね買えるこのねホノルルビールの、なんかフードランドのね OEM 版なんですけどね、コスパも良くて結構美味しいんで、今日はねこちらで乾杯していきたいと思います。はい、ではどうもでございます。皆さん乾杯でございます。どうもです。なんか今日は立ち上がりがいいですね。もうすでにね10名ぐらいの方ねご覧になってますね。ありがとうございます。やっぱあれなのかな、お昼過ぎの方があれなんですかね、結構集まりやすい感じなんですかね。いつも日本時間だとね、朝10時にね、なってますのでね。さあでもねこちらハワイはねそろそろ夕方6時ということでね、だいぶまああれかな、まだ最近日が長いけどちょっとね暗くなり始める頃で、このライブが終わる頃にはね、だいぶ右側のね明かりの方もね、暗くなってるんじゃないかなってね思いますけどもね。さあそれではねワイプの方スタートしていきたいと思います。さあ今年は、5月にね、日本に一時帰国させていただいて、この日はあれですね、お伊勢参りのシーズン8のね初日でございますね。早いものでねもう8回目のね、お伊勢参りとなりますね。まあこちらのワイプでいきますと東京駅始まりじゃなくてね、名古屋駅始まりになってるんですけどね、東京駅からねちょっと名古屋駅までちょっとある企画がございましてですね、こちらはライブではなくて、編集したね動画の方でいつかね皆さんにねご紹介いただければな、ご紹介させていただければなと思うんですけども。さあこれねずっと乗りたかったね特急ひのとりなんですよ。でもこのひのとりはね確か大阪の方に行くので、伊勢の方には行かないのかな。でね今回チケット取った時はなんか2で乗り換えなんですよね。なので
ついにね、実は今回、用事もあったので、今回初めてのね、火の鳥にね、乗らせていただきますね。結構初めて乗る電車はね、テンション上がりますよね。結構新しめの電車なんですかね。結構色も綺麗だし、ちょっと贅沢してね、プレミアムシートということでね、今回初めて、火の鳥にね、乗ってみました。前もあれかな、伊勢行きのやつでデラックス車両っていうのに乗ったことあるんですけどね、今回火の鳥のプレミアムシートっていうのは初めてですね。デラックス車類もね、やっぱちょっと新しい感じもするし、なんかシートのね、ピッチもね、なんか広いような感じしますよね。さあ、乗り鉄にはね、たまらないんですけどもね、私はどっちかっていうと飲み鉄の方でねございますけどもね。ただまだ公開してない動画のね、編集中の動画の東京駅からね名古屋駅の企画動画のおかげでですね、結構名古屋駅到着する頃にはね結構ベロンベロンでございましてですね、さあ名古屋駅から私は何を飲んでるんですかね。お水をね飲んでますね失礼いたしましたね。すでに名古屋駅のね手前でね相当飲んでますんでね、ちょっとねご勘弁いただければと思うんですけども。さあプレミアムシートがね、最後部の座席になるんですかね。こう運転席もねこう眺められてですね、結構電車マニアにはね、たまらない車両になっておりますですね。やっぱり日本っていうとね、やっぱ電車がやっぱ楽しみですよね、本当にね。吉江ハワイさんもいらっしゃいました。どうもでございます。乾杯でございます。例によりましてね、ロム線の方もね、たくさん見ていらっしゃるんですけども、よろしければね、何かね、初コメントいただければと思います。ありがとうございます。さあ、こちらね、津でございます。初めてね、降り立つ駅なんですけどもね、こちらですね、なんで今回、降りたのかなって言いますとですね、別に火の鳥が津駅までというそういうことではなくてですね、目的がございましてですね、ハワイ大神宮のね岡田宮司が、ハワイに来られる前、もう30年前40年ぐらい前の話なんですけど、この津市のですね護国神社というのがあるんですけども、そこでねご奉仕をされてたということでね、次回ねちょっと三重県に行くときにはちょっとこちらの護国神社にもご挨拶しなくちゃいけないなということで、今回ですね、三重県の、護国神社にね、訪問させていただきました。キャシーさんどうもでございます。大阪ねやばいくらい暑いですということでね、なんかもう日本も全国的にねちょっとやばい感じみたいですよね。なんか東京も相当やばいしね、大阪もやばいしね。皆さんどうですかね、九州の方もね結構やばい感じって聞いてますけどもね。さあこちらですね、三重県の護国神社でございます。千葉もやばいですね関東の千葉もやばいということで、春菜さんどうもご無沙汰しております。仕事終わりのバス待ちということでね、どうもでございます。
今ね、ハワイ時間はね、夕方6時ということでね、金曜日だよね。日本は土曜日だと思いますけどもね。まあそうですね、ちょうど週末でね、お仕事終わった時間帯みたいなね、感じられますけどね。原田さん、ようこそいらっしゃいました。そっか、いつもね、ハワイ時間のね、午後3時にやるから、原田さんはね、リアルタイムでは見れないけどね、ちょっと時間ずらすとね、皆さん見れるっていうことなんですね。これもね、某たっちゃんのおかげということでね、ありがとうございます。さあ、こちらね、三重県の五穀神社ですね。まあ、こちらあれですね、東京でいうところの靖国神社とね、同じ英霊を祀ってるね、神社でございますね。やすさん、仕事以外不要不急は家にこもってますということで、今ね、なんかもう災害級の暑さでね、なんか外に出るとやばいみたいなね、なんかそんな感じみたいですよね。キャシーさん、ハワイは今何度ですか？こちら、今日はね、割と涼しくて29度でございますね。この部屋の天井が平屋なもんでね、外はね、多分26度ぐらいだと思いますけどもね、快適でございます。岡本さんどうもでございます。乾杯でございますね。東京はちょっと死ぬほど暑いということなんでね、熱中症気をつけて、エアコンをね、適切に利用してくださいませ。さあ、今回ね、津市の五穀神社を参拝しましたので、いつもだとね、近鉄の特急で1本しか乗らないんですけども、久々にね、JR 乗ってみましたですね。キャシーさん、ハワイが避暑地やんということですけども、いやでもね、今日はね、ちょっと涼しい方ですね。昨日の夜にかけてね、なんか今ね、ハリケーンがちょっと近づいてくるんで、結構雨が多いのかな。それでちょっと温度が下がった感じですけどね。なんかハリケーン・ファウストっていうね、名前が今ちょっとハワイにね、近づいてるみたいですけどね。やっぱハリケーンが近づいてくるとね、波がいいんでね、夏ですとアラモアナのね、アラモアナボールズっていうマジックアイランドからエントリーできるポイントがあるんですけども、いや、そこでも毎日サーファーがね、もうわらわらとね、集まってですね、みんな波乗りしてますですね。さあ、こちらをね、撮影した5月の27とかね、そこら辺だったかな。今、名古屋の方からね、伊勢の方に向かってる、JR でね、のんびりと、伊勢市にね、向かってることですね。とこですね。これは宮川かな？多分宮川ですね、これね。さあ、伊勢市ね、到着いたしました。8回目のね、お伊勢参りがね、スタートでございます。ね、これも一応あれなのかな。そうね、快速ね、特急ではなくてね、快速三重っていうのがあるんですけどね。昔大ちゃんとね、のんびりこの快速で、名古屋からね、結構長い時間かけてね、伊勢にね、到着しましたけどもね。吉江ハワイさん、今回日本でライブやらなかったですよね。一応ね、1回だけやったのかな。到着してすぐぐらいの時かな。LINE 公式アカウントの、Twitch お客様限定リンクの方に最近ちょっとアップしたんでね、よろしければね、そちらのリンクね、ご覧になっていただければと思います。確かね、高田馬場のね、貸しスタジオかなんかで1回だけやったんですよね。さあね、こちらね、今回の8回目の目的は沖引きでございましてですね。やっ
さあ、伊勢でも YouTube やりましたよね。そうですね。このね、ワイプの後半にちらっと出てきますけどね。結局日本でやったのは多分2回かな。うん。さあ、ここのね、牛トラっていうね、スーパーなんですけどもね。まあ、三重県で、有名っていうか、ローカルのね、スーパーになるんですけどもね。さあ、散々飲み鉄をしてましたんで、お水も欲しくてですね、ちょっとこう、お酒を抜こうということでね、いつもの銭湯にね、向かってるとこですね。いや、さすが記憶力すごい。そうそうそう。じゃあ合計3回か。最後、成田でもやりましたですね。最後の成田はもうほとんどライブになってなかったけどね、電波状況悪すぎるってやつでしたよね。さあ、朝日湯でございますね。ここでちょっとね、みそぎをしなくちゃということで、朝日湯にね、向かったわけですけどもね。そう、吉原さんもね、来ていただきましたよね。最後なんかもうブチブチ電波が切れてたんでね、何が何だか分かんなかったみたいなね、感じだとありますけどもね。いや、その説はもう大変失礼いたしました、本当に。さあ、こちらね、何度も私めの、YouTube で紹介してますけども、二見の浦行かなくてもね、こちらでみそぎができるということでね、こちら塩湯というのがございましてですね、ちゃんと二見の浦のね、塩水を、なんと休館日だったんですね。さあ、これを目指してですね、わざわざスーパーでね、お水を買ったりもしたんですけどね。ということで、作戦変更ということでね、ミタスの湯でございますね。こちらもね、伊勢滞在中はね、多分10回ぐらいは行くんじゃないのかな。さあ、一風呂浴びまして、酔いも覚めて、ミタスの湯併設のね、ひょうたん亭でございますね。こちらもね、アンディトレード&トラジルをご覧の方はね、おなじみの映像でね、ございますけどもね。なんかお伊勢さんセットになってあるんだよね。手こね寿司がついてるのね。なんかひょうたん亭もなんか年々グレードアップしていく感じですよね。さあ、今回ですね、三重県だとトンテキっていうのも有名みたいでね、今回のちょっとトンテキ定食にしてみました。ハワイコースさんいらっしゃいましたですね。今まさについの住みかの作業も佳境というところでございましたでしょうか。ね、引っ越しさんが来られてね。ありがとうございます。さあ、今日はね、ちょっとハワイらしいビールということで、シャカセッション IPA ということでね、こちらのシャカビールをね、いただいてますね。いや、なんてことない、スーパー銭湯なんですけどね、やっぱ癒されますよね。旅先の馴染みのスーパー銭湯みたいな。さあ、こちらね、伊勢に行ったら行かないといけないですよね。おそらく次の日に、行ったと思うんですけどもね、餃子のみすずさんでございます。伊勢来たらね、絶対ここを外せませんのでね、皆さんぜひね、お立ち寄りくださいませ。ハワイコースさん、8月末には新居で一段落していてるといいですがってね。そうか、あと1ヶ月後ぐらいですね。でも大変な作業ですからね。あと1ヶ月ぐらいね、もうちょっとかかっちゃいそうですよね。
さあ、朝日ではなくて、別に朝日嫌いじゃないんですけどね、どっちかっていうと札幌とかキリンのがいいかなっていうね、私アンディトレードでございますけどもね、黒ラベルが嬉しいですね。丸くなるな星になれ。ここのね、みすずさんの売りはですね、こうちゃんと手でね、皮をね、作ってですね、で、このね、塩おにぎりでございますよ。ね、いつものおかみさんではなかったんですけどね、このね、手で握ったこの塩結びがね、もう最高でございますよね。で、忙しい時ね、週末はね、なんかこの塩の味塩が、なんだっけ、何本なくなるって言ったかな。ね、このおむすびもね、結構、餃子だけじゃなくておむすびも結構人気なんですけどね。吉江ハワイさんね。いやー、餃子食べたいですよね。ハワイだとね、久保田っていうね、お店が、まあ割とまともな、割とまともなって失礼ですよね。美味しい餃子をね、出してくれますけどもね。ぜひ、ハワイで餃子食べたくなかったらね、餃子食べたくなったら、カパフルのね、久保田さんにね、お越しになってください。多分お店の名前からなのかもしれないけど、新潟のお酒のね、久保田もね、結構ハワイにしてはリーズナブルに飲めますんでね、結構おすすめですよね。ハワイだといくらだったかな、8ドル99ぐらいだったと思うけど、まあ1300円ぐらいかな、一皿ね。まあ日本の倍、まあ3倍かなって感じですよね。ただ同然シリーズとはいかないですよね、吉井さん。さあ、もうたまんないですよね。伊勢着いて、その翌日ね、餃子のみすすでね、黒ラベルをいただきながらね、餃子とビールでございますよ。まあ、これがもう王道でございますよね、本当にね。で、そのね、ビールを飲みながらですね、この餃子を、なんつうの、カウンターで作ってるところをね、眺められるっていうのがもう最高でございますよね、本当にね。吉井ハワイさん、物価が上がったとはいえ日本は安い。そうね。毎回来るたびに上がったなと思うけど、まだまだ安いですよね。お、やっさん、シンクロニシティですね。たまたま餃子焼いていらっしゃるんですね。さあね、やすさんはエビ餃子でね、私はワイプを当てにね、ビールを飲みながらね、餃子を楽しんでますけどね。さあ、こちらね、お土産をですね、風見荘の皆さんにね、買ってってるんですね。さあ、僕ね、今年はね、ちょっと2週間伊勢に滞在したんで、ヘルパーでね、ヘルパーでやったのはもう4年ぶりぐらいかな。コロナの時にね、ヘルパーでやったんですけどね。それでスタッフの皆さんにね、餃子のみすずね、お土産を持ってったんですけどね。さあ、こちらもね、岡田酒店ね、おなじみでございます。先ほど、お土産のね、餃子を風見荘に届けて、その後ですね、徒歩圏の岡田酒店の方にですね、行って、第2ラウンドでございます。さあね、こちらのおビールなんですけども、普通にビールって頼めるとね、大ジョッキで出てくるんですよね。さすが太っ腹ですよね、岡田酒店さんね。でも岡田酒店さんであれかな、ビールを飲むのはそんなに回数なかったと思うんだけど、いつも日本酒しかね、飲まないんでね。なんかね、中生のイメージがあったんですけどね、大ジョッキで出てきますね。さあ、今回は、出羽桜ということでね、伊勢最初の一本はこちらのお酒でございました。
さあ大将がねいつもの手さばきでねなみなみとですねこう表面張力ギリギリのところでねこう一発で決めるっていうのはねさすがでございますよね。これはもうお迎えに行かないといけない感じなんですよね。眉優でございますね。さあ伊勢の旅が始まりましたね。出羽桜ね。まあ今日のワイプでは出てこないんですけどね、こちらの岡田酒店さんとはねちょっとした事件がありましてねまあ来週か再来週になるか分かりませんけどね、そちらのね、事件についてもねちょっといずれお伝えしようかなと思うんですけどもね。やっぱね岡田酒さんといえばねこっちもうつまみがねもう最高なんですよね。このタルタル、この手作りタルタルがもう最高ですよね。この肉厚のアジとですねこの最高でございますね。岡田酒店は酒だけじゃない、つまみがうまいんです。つまみもうまいんです。いやなんかね日本酒飲みたくなってきますよね。このね大将のこの表面張力素晴らしいよね。一発で決めるからね。やすさん、去年はここの大将とお客様と福岡の話で盛り上がりました。結構おしゃべりされる大将でびっくりしました。そうなんですよね。大将ね、結構オンオフがはっきりしてるっていうか、寡黙なイメージあるんですけどね、結構しゃべるとね、結構おしゃべりになるんですよね。さあ、こちらもおなじみとなりましたね。風見荘の、本当に徒歩30秒のね、モールでございますね。さあ、今日はマーボくんはいるんでしょうか。お休みでございますね。さあ、マーボくんとのね、乾杯はね、ちょっとお預けでございましたね。まあ、後半ね、出てきますんでね、安心してくださいませ。さあ、もうね、かなりいい感じになったね、アンディトレードことアンドトラジローでございますけどもね。こちらモールを抜けましてね、これあれかな、伊勢横丁ってね、新しくできたんじゃないのかな。前なかったような気がするんですけどね。こちらのね、角のお店はね、馴染みって言ったらあれなんだけど、ちょっとスタートが遅いんですよね、このお店はね。さあ、翌々日5月29日でございます。キャシーさん、マーボくん、どこかにお引っ越しするとか前に言ってませんでしたか？記憶違いかな。確か奥さんの方でなんか民泊始めるみたいなね、話があったんで、多分お店で残すんじゃないのかな。多分民泊の方ね、新しく出すんじゃないかなと思いますけどね。さあ、いつもの安定感のね、風見荘でございますよね。このね、木のぬくもりね、もうこのロビー来ると、本当安心しますよね。なんかいつもね、氏神様がね、豊受大神宮なんだけど、今回なんか天照様になってましたね。さあ何度かねこちらのワイプでおき引きってね出てきますけどもね、こちらのワイプの後半ね、縁がございまして私もね、おき引きに参加させていただきました。さあ風見荘でございますね。で今回はねゲストじゃなくてスタッフとして滞在してますんで、午前中はねしっかりねお掃除のね業務の方をさせていただきました。さあまだあれなのかな、
け、食うない食う、ご挨拶してないのかな。さあ、業務の方はね、午前中で終わるんでね、お昼ご飯は、ラーメンでございますね。まあちょっと僕も新しいお店を開拓しようということで、ネットで調べたらね、なんかこのラーメン屋が熱いということで、今回初めてね、訪問させていただきました。なんとね、靴を脱いでね、上がるんですよね。こちらね、夜はバーで、昼だけラーメン屋なんですよ。いや、なかなかね、シャレオツなね、バーでございましてですね。で、しかもあれですよ、並びましたよね。1回目で入れなくて、結構20分ぐらい待って、最初にこう紙書いて、電話番号書いてね、それで入るみたいな、これがね、もう最高。本当に。もう見てわかるですよ、ビジュアルで。いやーね、日本のラーメンですよ、これが。化学調味料ね。味の素ね、たっぷりの担々麺みたいなラーメンも好きだけど、これはね、もうちょっと大人のラーメンというか、薄味なんだけど、もうね、50代の私にはもう最高のラーメンでございましたね。もう止まりませんわ、もう箸がね、もうバリ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 ね、食べさせていただいてですね、もうスープのね、もう本当に隅から隅まで飲みたいってやつですね。そう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 、素材の味ね、もう全部いただきました。ここはね、ぜひ皆さん伊勢行ったらね、来ていただきたいですね。さあ、お腹いっぱいになってね、さあ、昼下がり、私はどこに向かうんでしょうか。さあ、こちらも、ローカルのね、JR 線に乗ります。皆さん当ててみてください。私はこれからどこに行くのでしょうか。やすさんね、さすがでございますね。まあね、やっぱ最初はちょっと二見浦でね、ちょっとみそぎをしないといけないんでね。まあ地方のね、電車はね、こう自分で閉めないといけませんね。ボタンを押して閉めて、やっぱり赤星でございますよ。ね。赤星で呑み鉄でございます。このね、なんか公共の乗り物で飲める幸せハワイじゃ無理ですからね。ザバスとかで飲んでたらね、逮捕されますからね。さあ、二見の浦ね、やってまいりました。これもおそらくね、まあ8回目はいかないけど、多分7回目ぐらいですよね。伊勢2回目から、二見の浦でね、ちゃんとみそぎをしてますんでね。こちらのね、駅もなかなかいいですよね。さあ、なんかもう電車で勢いついちゃったもんだから飲み足りないですよね。二見浦のね、駅まっすぐ出て左側にローソンがありますんでね。で、こちらで、このね、アサヒゴールドってね、今回の滞在で結構気に入りましたね。アサヒドライよりね、全然アサヒゴールドの方がいいわ。で、アサヒ
はね、アサヒドライじゃなくて、アサヒゴールドとか、あとはマルエフですね。それが最高ですね。さあ、いつものね、道を通ってきます。先ほどね、二見浦にもね、トラちゃんがね、今、スッとこう横切りましたけど、トラちゃんがね、また悠々と、交番の方にね、消えていきます。やすさんね、そう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 、昔のね、朝日なんですよ。もうね、何度も言うけどね、最近のね、スーパードライダメ。なんでリニューアルしたのか分かんない。さあ、こちらの赤服ね、去年は、ケンちゃんとね、ケンちゃんも2文字ですけどね、ケンちゃんと一緒にね、スイーツをね、こちらで、いただきましたけども、今回はスキップして、そのままね、大宮の方にね、参ります。ここもね、おなじみのルートになりましたよね。さあ、今年はね、おきひきのね、イベントがね、いろいろ始まるっていうことでね、二見の浦でもね、なんかイベントがあったようなんですよね。そのうちね、ちょっと映像の方がね、出てくるかと思うんですけども。さあ、ここを抜けると何があるんでしょうか。ちょっとね、順番間違えちゃったんだけど、途中まで飲んだね、ステラがあったんでね、こちらでいきたいと思います。ステラの瓶はね、結構懐かしいよね。どうもです。皆さん乾杯でございます。今日は結構飲んでるな。最初のたっちゃんが効いてるな。どうもです。この日はね、むちゃくちゃ風が強かったですね。なんかハワイのね、ノースショアを思わせる、むちゃくちゃ強い風でした。ね、この桟橋はなんかね、アラモアナビーチパーク、マジックアイランドのね、いつも撮る写真スポットをね、思い出しますけどね、なかなかの風量でございましたですね。そうなんですよ。でもね、このビーチ大好きでね、代々ね、天皇家のね、保養地のね、前になってるビーチなんですけどもね、でもね、ここでね、マリンスポーツされてる方もいらっしゃいましたね。約1名でしたけども。さあ、先ほど買ったね、昔のスーパードライに近いアサヒゴールドをね、いただきながらですね、こちら、
二見越玉神社ですね、その前に、体の中をねちょっと浄化しようということでね、アルコール消毒をいたします。歩いてきたもんだからね、だいぶ泡が出ちゃってますね。美味しいですね、このアサヒゴールドね。そうで、アルコール分も 5.5% だから、昔のスーパードライと同じアルコール度数でしたよね。今のスーパードライで 5% じゃなかったっけ？そう。このね、なんだろう、この、なんつうのこれ、パラセーリングじゃなくて、この、グライダーの、力を利用しながらサーフィンするってやつですよね、これね。こちらね、三重県でもできるんですね。でもこんだけ風強かったらできますよね。さあ、これがね、イベントみたいですね。なんつったかな、浜三宮っていうのかな。沖引きとはね、ちょっと違うイベントなんですよ。二見越玉神社のなんかイベントみたいで、結構ね、全国からね、人が集まるみたいですね。でもまあ20年に一度のね、この沖引きのイベント、あと式年遷宮に合わせてね、なんかいろんなこうイベントがね、まあこの時期にね、重なるみたいですね。さあ皆さんね、白装束でね、やっぱりこう伊勢関係ね、参拝するときはね、やっぱこう白がね、基本なんですよね。さあ今回ね、私も沖引き参加させていただいたんですけども、まずこのね、グッズを揃えるのが大変ですよね。今回ね、先輩からハッピーの方はね、貸していただいたんですけど、他はちょっと揃えないといけないんでね、白い、まあ、スラックスっていうか、ね、モンペっていうか、そういうの買って、靴もね、なんか白くなくちゃいけない。まあ、靴っていうよりは、なんか直旅でもね、いいっていうことでね、今回ね、僕は白のモンペみたいなやつとね、あと直旅ね、購入したんですけどね。この浜三宮の方は割と自由な感じですかね。ちゃんとしてる人は全部白だけど、まあ、基本なんかあれかな、上の8匹着てれば OK みたいな感じなんですかね。さあこちらもね、祝詞を読み上げてね、これから参拝という感じになるような感じでございます。ちょっと音聞いてみましょうか。寿司に敬いてもさ第63回神宮式年遷宮沖式行事に使い祀る豆人たち古き試しの間に間に浜三宮使え祀らくと入り紐の同じ心に打ち集い舞詣で勘ながらの今のうつつに伝え込む急ぎ払いの神業に神ららい祭り伊勢の海清き渚の立石崎のお礼草ぬくしお草の塩氷持ちて急ぎ払いに払い清めたまい広きや月を実りをかがふり祭り
そちらにてお帰りのバスがお待ちの予定でございます。また20年に一度の浜サンルーの特別支援並びに浜サンルーのお待ちください。おまけにございます。浜サンルー特別広島でお越しください。皆様方に隣のレイさんのショートはこちらの浜サンルー新年には一両のご用件を申し上げます。新潟県からお越しのご会員のまた20年に一度の浜サンルーの特別ツイン並びに浜サンルーの賞をお求めの方は明日の近くにございます浜サンルー特別乗車までお小遣いかけてお手続き行うのでよろしいございます。ご利用の方は乗車様それからお下げになりますと浜サンルーの残りましたお願いいたします。明日のお手続きにお戻りください。
愛知県よりお越しの愛知県神社庁名古屋第一支部様、愛知県神社庁熱田神宮支部様、ご代表者様の方1名様で結構でございますので、橋の近くにございます浜参宮受付所まで浜参宮のお下がりをお引き取りになってください。本日はようこそお越しくださり、浜神社に浜参宮においでになりました。第一
はい、ということでございましてね、こちらの御用地なんですけどもね、残念ながらね、ちょっと工事中ということでございますね。まあね、ちょっといつものようにね、ちょっと撮影とかしたかったんですけどね、まあどのようにリニューアルされるのかね、ちょっと楽しみですけどもね。さあ、こちらもね、多分 YouTube2 回目の登場になるのかな。私が敬愛してやまない山田洋次監督のね、男はつらいよシリーズがね、展示されているところですね。さあ、真珠でね、作られている寅さん、どんな感じなんでしょうか。ねえこれ素晴らしいですよね。なんか毎回二見越玉神社ね参拝するたびにね、こちらもねお参りさせていただいてますけどね。さあ風がね強い日でございました。まあね塩水でもみそぎして風でもみそぎしてね、ハワイでいうとね、ノースショアのね、風でね、みそぎしてるようなね、感じですよね。吉江ハワイさん、売ってるんですか？どうなんですかね。結構いい値段しそうですけどね。ひょっとしたら売ってるかもしれませんけどね。吉江ハワイ財閥だったらね、購入できるかもしれないですね。さあ、こちらね、角吹きでございますね。こちらは宮崎駿監督のね、もののけ姫にね、出てきそうなキャラクターがね、出てきたんですけどもね、今回は残念ながら、展示されておりませんでしたね。さあね、二見の浦ね、お越しになる際は必ず帰りのね、切符を購入されてですね、ぜひ来ていただきたいですね。あと帰りの時間もね確認して、確か1時間に1本ぐらいしか出てなかったんでね、二見の浦駅ではね切符が買えませんので、電車に乗って車掌さんから切符買うみたいなね、そういうことしかできないですよね。なので伊勢市でね往復の切符を購入されることをお勧めいたします。さあね、ここね、呑み鉄といってもね、二見の浦と伊勢市はね、結構あっという間なんですよね。なので、往復切符買った方がいいよって言うけど、結局車掌さんからね、購入させていただきました。やすさん、そうなんです。もう少しダイヤがあればいいけど、この間はバズで変わりました。あ、そうですよね。キャンバスとかだとね、30分に1本ぐらい出てるのかな。さあ、こちらの日なんですけどもね、沖引きの、岡引きの、前日だったのかな。こちらでね、みすゞの、先輩のですね、方から、ハッピーをね、ちょっと貸していただけるということでね、ハーフクレイジーさんでね、待ち合わせでございます。さあ、こちらで、さあ、沖引きの練習してますね。ちょっと音聞いてみましょうか。よ
いや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 。すいません、お邪魔します。あれ今日誰もいない。どこ行った宮尻。うわ、すごい。すごいですね。あ、どうもこんにちは。失礼します。中村仁さんって言って、はい。最年少でフランスでほう賞を取った画家でもあり、そうなんですねこの制作者、わお考案者です。うわ、すごい。ハワイかな。ああいうの。すいません。写真撮ってるものです。すいません。すごい。あ、これは俺じゃないんだけど、これ持ってきた俺が。はあ、すごいな。もう、まあ後で切ったらいいかな。使う時に。すごいですね。なんか青森のねぶたは見たことありますけど、伊勢でもやられてるとは。すごいですね。国見の神。あ、もう明日の話だ。すごい。どのくらいかかるんですか、これ制作に。 1年ぐらいかかってます1ね。年ぐらい。じゃあもうちょうどここで1年前去年ぐらいからやられてるわけですね。高橋君探してくれたわ、おビールいただいちゃいました。開けとくとこから。すごい。結構しっかりしてるな。だってうちのハンプだってあれ神宮のテントを使ったのハンプ。これなんとかやな、おりやな。やらかやらようだよ。羽衣って言ってたけど羽衣っていうのはなかった。なんかな、小石灰なんとか正面になんかと小石構成となんかがあるんやに。なんか2種類あるって言うとった。だから返品しようか。もう一本。石膏のが硬そうやこっちは何に使うんですか。はいはい大きい袋。はい。はい。ちょっともう雑多だからちょっとあるんだけど。ちょっともう、はいぶっちゃけたら見えないと思う。おお。これタイヤワンああ、はいはいはい、これが例の。タイで、明日これ転がすんですか。そうです。これこれが心棒といってこの車軸。はい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 。でこれをこう流すときに、ここにチョークを入れる。チョークを入れるんですか。さっきの。いわゆるはい。何も潤滑油を入れないと。ああ、なるほどなるほど。焼けちゃうあ、そっか、粉を入れてちょっと潤滑剤的な。そういうことで。へえ。っていう。構成品だから。はあ、こうなってるんですね。もう今ぐちゃぐちゃで何が何が。結構いい音しますよね、これ転がす時にね。んなんかビデオ見せてもらったじゃないですか。結構重厚な音がするっていうか。でこれが、うんこれちょっと逆なんでこれひっくり返す。あれがはいはいはなんだけどあれが一番の尻木っていうい。うん。マグうん。ナム。明日はこれは朝からはい。全部組んではい。スタートすると。なるほど。いや、楽しみだな。はなんで明日はちょっとい。いいのを取って。ああ、撮ります撮ります。発信してくださいはい。でいいんですか、16時からで。僕らが宿泊してるのを見ようと思ったら朝の8時から。なるほど。じゃあドキュメントで。明日の8時はここに終了。あ、マジですか。数字と入ってくれて、今日乗ったらお金持ってきてくれる。あ、でも動画撮らせてもらおうかな。そしたらね、ドキュメントみたいな感じでね。彼カメラマン。動画撮ってもらったらいいけど、僕動画係ないけど明日は僕も動画が。ねぶたの周りに動かしたいもん。じゃあちょっとドキュメント一人行ったらいいんだドキュメントで。
さあお待ちかねね、マーボくんのねご登場となる感じですかね。こんにちは。大丈夫ですか？約1名。すみません、失礼します。失礼します。どうもご無沙汰してます。お水と氷はいかがですか？すみません、ありがとうございました。いつもありがとうございます、アンディさん。さあマーボくん登場でございます。北海道のどこ？フェリーで函館着いてからはいはいはい。襟裳岬を目指して、ああ、はいはいはい。で襟裳岬からちょっと登って広尾町っていうところを目指して波乗りしていきます。北海道で？最高です。6月北海道で波乗りなんだ。人も少ないし。タカさんお会計させていただきます。ありがとうございます。ということでございましてですね、お伊勢参りシーズン8の、エピソード1いかがでございましたでしょうか。ぼちぼちね、お別れの時間がね、やってまいりました。最後はね、こちら安定のね、獺祭で、乾杯してお別れしていきたいと思います。藤原さんありがとうございます。最後ね、乾杯でお別れしていきたいと思います。どうもです。皆さんありがとうございました。どうもです。キャシーさんどうもでございます。やすさん乾杯です。どうもです。岡本さんいらっしゃいますか？どうもです。ハワイでお待ちしてますよ。お、いらっしゃった。どうもです。お写真撮りますからね、岡本さん。ありがとうございます。またでございます。ありがとうございました。